パンデミックの影響で離れ離れになってしまった私たち。それでも文化芸術の火が消えることは決してありません。今全世界で多くの人々が現在そしてコロナ後の世界に目を向けてさまざまな取り組みを行っています。日本と東南アジアの作り手たち同士の交流とそこから浮かび上がる未来の創作をめぐる対談。国際交流基金アジアセンタークロストーク。皆さんこんにちは。日本と東南アジアの文化をめぐるクロストーク、これは日本の国際交流基金アジアセンターがお送りしております。今日のモデレーターを担当します山崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はですねコミュニティデザインという仕事をしておりまして、地域の人たちと話をしていても何かその新しいものを買うことができたとかおしゃれな服を着ることができる、こういうものが幸せだというふうに思っていることが多い。もちろんこれは悪いことじゃないんですけど、消費社会や、いわゆる資本主義の中での幸せとはまたちょっと違ったものがあってもいいんじゃないかな、こう感じることが多くなってきました。ということで、今回はですね特にサステイナブルに使えるような繰り返し使えるような服の素材であったりファッションのあり方、こういうことについて話を聞いてみたいと思います。ゲストはお二人をお迎えしておりますが、一人はですね、今日この場所がそうですよね、京都工芸繊維大学の京都デザインラボというところで、研究をされています水野大二郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。デザイン研究者水野大二郎さん。高校卒業後イギリスに渡りファッションデザインやマーケティングの勉強をした後、現在は社会やサービスの在り方などさまざまなものをデザインの対象にした活動を行っています。2019年には京都工芸繊維大学京都デザインラボの特任教授に就任し、国内外の企業や研究者とともに多岐にわたるプロジェクトに携わっています。ファストファッションが出てきて、こんなに安くこんなに大量のものが出回っていて大丈夫なんだろうかみたいなことっていうのが課題になっていったわけなんです。その中から新しいデザインどんなようなことを考えれるかなっていうのを研究の対象として、あるいは実践の対象としてやってきたということですね。それから、インドネシアでですね持続可能な素材等の開発に取り組まれている MYCL のアンニサ・ウィビさんです。よろしくお願いいたします。I'm Anissa, the co-founder of MYCL and the COO. And MYCL is a biotech startup from Indonesia. We provide a sustainable material from mushroom mycelium. マイコテックラボ、通称 MYCL は2015年に設立。キノコの根っこ部分にあたる菌糸体と呼ばれる原料を用いて環境に配慮したキノコレザーを開発しています。ブランドやデザイナーとコラボレーションし、さまざまな商品を手掛け注目を集めています。日本の水野さんとインドネシアの MYCL アンニサさん、共にファッションの未来を見据えるお二人、一体どんな対談となるのでしょうか。興味深い取り組みをされている両者だと思いますが、それぞれの国でですね今のようなそのファッションや素材の新しい取り組みに対する認識度合い、このあたりのその感覚としてはどんな感じですか。まずは水野さん。特に大きな企業が先に動いたりベンチャー企業が動いたりして新しい事例がちょこちょこ出てきたっていう状況かなと思っているんですよね。でも普通の消費者、一般的な消費者にそれがどう届いているのかっていうことに関してはまだまだかなと思っています。やっとこさ、お洋服を回収して、ケミカルリサイクルって言われているこの河川のものを
もう一回使えるようにしましょうっていう動きは出てきたと思うんですけれども、キノコが服になるとか、こう何かを培養したり発酵させたりしたら、服飾の材料になるんだみたいな世界に関しては、何それ美味しいのみたいな感じに正直なっている人もたくさんいるだろうなと思っています。For example, in Indonesia, the awareness level of sustainability is not that high currently. And however, developing countries like Indonesia has a young generation where the level of sustainability awareness is increasing compared with the previous generation. They may choose fashion brand not only about the model, the looks, and the price, but also they will think about the value that the brands bring. And for now, we are focused on selling to the countries that are ready, and that is why our current market is not only from Indonesia, but in the global market. もうシンプルな未来予測でいいんですけど、何年後ぐらいに日本だとバイオね普通になると思います？ 10年以内だと思います。10年以内か。なんとかしてこう日本全体にこういろんな人に伝えれるようにしたいなと思って活動している最中です。Maybe I think 10 years. Okay, I think it's possible. Sometimes people have a strange feeling when they wear like jacket from the mushroom. Is it? Are you serious? This is jacket from mushroom? So we have to educate people about the environmental impact, about the technology. We communicate. We raising the awareness to the people here. ここでアンニサさんが働く MYCL の活動をご紹介しましょう。インドネシアの首都ジャカルタから車でおよそ2時間半。バンドンという自然豊かな地域が MYCL の活動拠点です。製造過程で環境負荷がかかると言われている動物由来のレザー。それに代わる新しい素材としてキノコのレザーを開発しています。使うのはキノコの根っこにあたる菌糸体と呼ばれる部分。これらを農業廃棄物などの原料と掛け合わせて生地にしています。Halo, selamat datang di kantornya Mycotex. Jadi kami berkantor di sebuah coworking space di Kota Bandung dengan beberapa startup lainnya. Di sini bisa dilihat ada beberapa display produknya Mycotex, yaitu mushroom composite. Jadi kami membuat mushroom cap lamp menggunakan formula komposit. 型の中にキノコの菌糸を入れて作ったオリジナルのランプシェード。手掛けている商品はこれだけではありません。Ini adalah mushroom shoes. Jadi bagian sini menggunakan mycelium leather. Ini warna krem seperti ini adalah warna aslinya mycelium leather itu, gitu. Nah, kemudian ini adalah produk kedua yaitu dompet. Nah, di sini kalau dilihat warnanya beda dengan warna sepatu yang tadi karena leather yang digunakan untuk membuat dompet ini sudah diberi pewarna alam. MYCL が最初に作ったのは食用のキノコを自宅で育てる栽培キットでした。そこから現在のレザーの開発に至ったのはあるきっかけが。Tapi di tahun 2014 saya waktu itu baca buku yang Mycelium Running dari Paul Stamets. Dia bilang bahwa mushroom can help save the world gitu. Jadi mushroom can save the world. Dari situ kami semua penasaran. Kira-kira jangan-jangan si jamur ini nggak cuma bisa untuk dimakan aja, tapi bisa untuk hal lain yang lebih bermanfaat gitu. 一冊の本との出会いをきっかけに始めたレザーの開発。より強度の高い素材を目指し
今も研究が続いています。生産量を増やすことも今後の目標だそうです。Nah, di sini kami sadar hal yang sangat penting adalah dalam hal standarisasi. Nah, di sini PR kami adalah gimana caranya membuat si produk ini sesuai standar dan konsisten gitu. Jadi nggak beda-beda produknya. 対談は自分たちの事業が国からどのような影響を受けているかという話題に。Yeah, it really gives us the positive impact, of course, because our country is an agricultural country. For the substrate to making this mycelium leather, we use the agricultural waste. I went to the US and visit the one of the mycelium, the biomaterial producer there. They get the substrate to make the material is from Netherlands. So it quite far from the Netherlands to the US to bring the raw material. In Indonesia itself, there are a lot of raw material here that we can utilize to make the biomaterial. なるほど。そう聞くとインドネシアはなんかいけるじゃないかと思うんですが、日本は自分たちが食べるものを作ろうって言ったって3割4割ぐらいの食料の自給率になっている。さてこの国でのそのバイオ素材の開発っていうのはこれどうなっていくんでしょうね。2つの可能性があると思ってるんですよ。一つは工場内で、バイオマテリアルを作成するんだっていう発想に切り替えていくっていうことですよね。エネルギーをかけてどんな気候であっても一定して安定した、バイオ環境を整えて常に一定量を均質なクオリティで作れるようにするっていうことになるだろうということですね。この路線はあり得る路線だと思うんですけれども、価値づけとしてはちょっと難しいところがあるだろうなと思っています。もう一方の路線は超高付加価値農作物化するっていう路線です。特別な場所で特定の顔も分かるぐらいの農家さんが効果的に環境に負荷かけずにキノコレザーができました、っていうふうにして製品だけじゃなくて製品にまつわるストーリーも価値として高品質なものをできる限り作っていけるようにするということ、これをすることによって農家に高い単価が払われてモチベーションにもなったり新しい経済圏を作り出すことになっていくだろう、そんなような2つのパターンがあると思うんですけれども、一つは環境エネルギーの問題、もう一つは単純にそんな人材いたっけっていう問題、それがあるだろうなということが課題になると思います。今お話をお伺いしているとやっぱりその、エネルギーをかけすぎないことであったりとか、あるいは先ほどのアニスさんの話のように海外から原料を持ってくるというようなことはしない方がいいんじゃないかという、そういうことがなんとなく今日重要になりそうだなと思ったんですが、出来上がった素材をね、これまた遠くの海外に輸出していこうというふうにするとなんか同じようなことをやってるような気もする。アニーサさんたちのそのビジョンでいうとインドネシアで作った素材はなるべく国内で使ってもらいたいというふうに思ってらっしゃるのか、あるいはもう売れるんだったらどこまででも運ぶよというふうに思われているのか、この辺のビジョンというのはどう捉えられてますかね。We will focus on the countries that are ready to use the new material, the sustainable material. And I realize for the shipping, the carbon footprint that will impact from the shipping activities. Even though we still face to reduce the carbon footprint from the shipping activities, but for the production itself, we still better from the animal leather production. We also another business model for us. Once we get the patent granted, maybe we can license the technology so we can
find the right partner to produce the material in the another country. So we don't need to export the material from Indonesia to Europe or to the US. I think that is one of solution to reduce the carbon footprint from the shipping activities. 実は水野さん、あるプロジェクトを進める上で MYCL の影響を受けたそうです。ワコールさんは日本で下着を作られてきた、とても大きな企業ですが、そこの研究機関である、人間科学研究所さんとここ京都デザインラボとで共同研究を実施したんです。でそれが下着の未来というプロジェクトでした。何を土台にして菌糸体マイセリウム育てようかって考えてた時にいろいろ調べたんですけれど、生地の上にやるのがいいらしいと展示物を見に行って MICL がまさにそれをやってたんで勉強させていただきました。ありがとうございました。それではここで水野さんの普段の活動の様子を覗いてみましょう。2019年からここ京都工芸繊維大学京都デザインラボの特任教授を務めている水野さん。この先起こりうるであろう社会課題に対してデザインは何ができるのか、デジタル工作機械を用いながらさまざまな研究をしています。水野さんがバイオ部屋と呼ぶスペースに入ってみると、これ通称スコビーレザー、昆布茶レザーと言われているもの、こんなような材料なんですけれども、これスコビーっていうイースト菌とかの、菌の群体を育てて、でそれがこう被膜状になるんですよね。それを取って乾かして、こういうレザーの代替物に使うというものです。そこら辺に今いますね。このタンクの中に今彼らはすやすやしていると思いますね。スコビーは生き物なので、はい、お酢、お茶、砂糖で作った液体の中で育つスコビーレザー。使うお茶の種類によって色が変わってくるそうです。そしてこちらには下着メーカーワコールとの共同研究、キノコのレザーで作った新しい下着。金属、樹脂、化学製品などの複合材料でできている下着はその性質上廃棄処理が困難だと言われています。そこで水野さんたちが考えたのは、自分の体型に合う生地の上にキノコの菌糸を育て自宅で下着を作るという未来の生活様式。すべて土に還る環境に優しい素材でできています。もしかしたらこういうものを消費者が自分で育てて、で、不要になったら土に戻す、自分の家のコンポストに戻すみたいな未来が来るんじゃないかということで、こんなような下着を作ってみたということです。ファッションとかテキスタイルとかっていう領域だけじゃなくって、それをどうやって社会全体に還元するかっていうことがすごく重要になってきていると思うんですよね。だからそういう意味でそのキノコをただ育てて服を作るみたいな話だけじゃなくて、それがどういう環境負荷低減になるんだろうか、でそれを使ってどんな未来の生活が実現するんだろうかみたいなところもデザインの対象になっている。目指すのは未来を見据えたデザイン。今までにない発想を生み出す上で水野さんが大切にしていることがあります。一見すると非常識に思えるようなアイディアを真面目に取り組むっていうことですよね。人から見るとふざけてるんじゃないか、笑える、こんなんありえないというようなことを、いや待てと、あり得るとしたらどうなるかを考えようじゃないかっていうことを提案するっていうことだと思うんですよね。
短期的な利益だけを追求してデザインをやってしまうとそこにはいかない。前に進めていくための非常識さっていうのが重要になってるんじゃないかなと思いますね。いろいろと話を聞かせていただいていて、お二人共通してちょっと聞いてみたいこと出てきました。その熱量、キノコ、禁止、こっからレザー作ってやるぞみたいな、これそのパッションっていうのは一体どっから出てきてるとご自身分析されますか？ For me, the greatest human being is the one that can give an impact or benefit to the others. If we talk about the economic, the business that comes in mind is the profit. But for me, we have to give an impact for the community, the environment, not always about the profit. But the profit is not that bad. Yeah, we have to, as a company, we have to sustain as well, because if we don't make money from this business, the impact will not sustain. We have to align the profit, the people and the planet. 僕イギリスで長いことファッションデザインの中心に勉強してきましたけれども、僕がいた当時のイギリスっていわゆるコンセプチュアルなファッションデザインやってる人が多かったんですよね。アレクサンダー・マックイーンとかフセイン・チャラヤンとか、すごく面白い考えで変わったものを作るっていう人もいたわけですよね。やっぱそういうなんかこう文化を背負ってる気がするんですよ。環境の持続可能性みたいなことを考えつつ、今までの価値観とはちょっと違うものを作っていくっていうのはしびれますよね。やっぱこれすごい面白いことだなと思って。アニーサさんどうですか？これから何か日本と一緒にやってみたいみたいなことっていうのはありますか？ We have a plan for the next year to collaborate with Japan. Yeah, we have a plan to strengthening our presence in Japan. We want to open MYCL Studio Lab. It's possible there where people can explore and experience our mycelium products in person. そこすごいちょっと興味があるなと思って伺いたいなと思っていたんです、アニスさんに。どんな風にして新しい MICL ジャパンラブみたいなものを作っていくんだろう、なんかどんな風にやっていくんだろう、なんかそれがすごい今日聞きたいなと思って。Yep. Maybe we have to explore more about the potential of agricultural waste in Japan. There is a partner in Japan, like they made a machine to help us to scale our production. They have sent us like a sample of the sawdust from Japan. It worked well. So yeah, that is only from one sample, but yeah, we can explore another raw material in the future. すごい面白いなと思ってるのは、さっきソーダスト、つまり切りくずですよね。工務店とかで出てくる木のくずから、日本のものをインドネシアに持ってったら、育てたらできたっていう話でしたけれども、他にもいろいろあるんじゃないかという可能性をね、こう日本の農業廃棄物残渣ってあるんじゃないかなと思うんですよ。もっと言っちゃうと、いろいろなバイオマスエネルギーあると思う。これがうまく使えるようになったらもう抜群に面白いなとか思いましたね。例えば日本には温泉があります。で温泉から出てくる無駄な熱のエネルギーを使ってもうすでにキノコを育てている方が北国の岩手、いらっしゃるという話あるそうです。そんな風にして有り余っている温泉の熱を使うみたいなことだけでも十分面白いこともあったりするので、なんかそういう可能性をぜひ探求したいですね、一緒にねと思いました。もうなんか具体的なプロジェクト生まれそうぐらいな感じになってきてまだまだ聞きたいこといっぱいありますけど、この辺は企業秘密とかになるかもしれないから、あとはもう密談してください。
はい、お二人ですね、今日の感想をいただきたいと思いますが、まずはじゃあ水野さんお願いします。はい、この一連のこの環境の持続可能性だけじゃなくて経済や社会も含めた大きな持続可能性、そういう風な世界のためのデザインをなんか今後やっていきたいなっていう思いを強くしましたし、MICL さんと一緒にぜひやってみたいなとも思いました。本日はこんな機会いただきありがとうございます。I'm looking forward if there is a possibility to work together. I hope today you might see mushroom in different way, from gourmet food, brick, composite, leather, jacket, and shoes, and it is just a beginning. So let's saving the world while making profit. 今の世界の状況ということでいうと、なかなかこの国を越えてですね、移動して会いに行くっていうのが難しい状態ではある。そんな中ではありますけれども、今回のこの動画を見ていただいてですね、ファッションの未来とか、あるいは素材の未来、そして個人的には農業の新しい未来ね、ここに興味を持っていただく、あるいは自分も何か新しく取り組んでみたいっていうね、思う方が出てくれればありがたいなというふうに思います。それでは今日の対談、ここで終わりにしたいと思います。水野さん、アニサさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。